この猫顔の作り方、できるだけ誰が作ってもこれは再現できるような、そういったね、動画にしようと思ってます。確かにね、もう少し年寄り感はね、出すことができます。それはね、ちょっと今解説していきます。ここをしっかり作ってあげる。口のこのラインとこの口角までをしっかり作ってあげて、ここのをやるだけですごく印象が変わります。はい、お疲れ様です。煮たまの北川です。今回はね、ちょっとね、お知らせと、今メンバーシップの方で無料添削をしてるんだけど、そもそも添削って受けたことないからね、何ですかっていう人も多いと思うのでね、こんな感じで作品のアドバイスがもらえるんだよっていうね、実際の添削のね、動画をね、今日は流していきたいと思います。で、最初にね、ちょっとね、お話をしておきます。今メンバーシップの方で学べるのは、このね、生地白のね、顔を作ってみようっていう動画と、柴犬のね、顔を作ってみようっていう動画、それからあと植毛の動画とか、あと以前ね、無料で公開したこのチワワレッスン動画、こういったものがね、準備されてます。で、今月中にこのね、生地白の続き、体をね、作ってみようっていうところで、お座りのね、作り方をね、やってます。で、出来上がってから出そうかなと思ってたんだけれども、途中までは出来上がってるので、まあね、もう顔出来上がってね、先に進みたいっていう人もいると思うので、出来上がったところまでね、近々ね、リリースしたいなと思います。で、今月中にはね、この完成版をね、全部リリースできると思います。あとね、もう一つ。はい、このね、猫のベースの作り方。今メンバーシップ入ってやってる人、僕のね、作り方やったことある人は、多分ね、難しく感じてると思う。リアルに作るのが。で、僕の作り方はどちらかというと、こう、いろいろパーツを付け足していって、形を作っていくっていうやり方だから、どうしてもね、やっぱり慣れないうちはゴツゴツしちゃって、顔が大きくなったりするから、ちょっとね、それみんな結構起きてるから、なんとかしてあげたいなと思って、いろいろね、考えてました。で、この猫顔の作り方、なるべくね、工程を少なくして、で、なおかつシンプルにして、かなり作りやすくなると思うし、やっぱりここは何センチなんだよ。高さは何センチだよ。このパーツは何センチのものを準備してここにつけるんだよっていう風に、できるだけ誰が作っても、これは再現できるような、そういったね、動画にしようと思ってます。そんな感じでね、今作ってるのでね、これも楽しみに待っていてください。はい。というわけでね、本題の方に移ります。今ね、僕のやってるメンバーシップでは、月に1回無料でね、僕からね、作品の添削受けることができます。添削ってさ、なんかあんまり聞き慣れない言葉じゃない。要は、僕から直接アドバイスがもらえますよっていう話なんだけれども、やっぱりみんな勘違いしちゃうのが、作品ね、完成してからチェックしてもらわなきゃって思ってるかもしれないけど、全然そんなことないからね。月に1回無料で受けれるんだから、自分の受けたいタイミングでいいから。例えば、ベースが出来上がったタイミングでもいいし、全然まだね、ベースの途中なんだけど、わからない部分があるから、一回話が聞いておきたいとかさ、せっかくの機会なんで、どんどん使ってください。はい。今回流すのはね、メンバーシップに参加してくれてる方の添削と、あとプライベートレッスン、今やってる人たちの添削、実際にこんな感じで受けれるんだなーっていうのをね、参考にしてもらえればいいかなと思います。はい、それでは行きます。はい、お疲れ様です。それじゃあね、早速添削の方始めていきますね。でね、ちょっと質問にも答えながら解説していきますね。で、まずね、最初に言うと、このベース、丸いベースの厚さ 1.5 センチ。で、この四角い体の方 1.5 センチくらい。って言ってるのは、あまりね、気にしなくていいですよ。これ、以前はね、僕ね、これ作ってなかったんですよ。で、なぜこれをつけたかというと、結局、フレーム作品にするにしても、全身作品にするにしても、首ぐらいまで作ってた方が、後々作ってるのでね、初めからちょっとつけといた方が、形作りやすいなと思って、これをやるようにしたんです。なので、あまりね、気にしなくていいです。僕の生徒さん、ここ、結局ね、あったら作りにくいっていう人もいて、この首から上しか作らない人もいるくらいだから、その程度のもんなんだなって思っておいてくれればいいです。でも、ここ、丸いのが、これは 1.5 センチあった方がいいです。で、これをつけるなら、1センチから 1.5 センチくらい、とりあえずあると、この後、ここに肉付けしてったり、あるいは後頭部つけてったりするときに、ここにベースがあるとね、つけやすいので、
そういった意味合いのものだと思っておいてもらえればいいです。はい。はい、じゃあね、次ね、目の話しますね。目を置く位置と三角形の話。で、このね、点をついているポイント、ここにしっかりと黒目の中心を合わせてとかっていうのは、そんな細かくね、考えなくていいです。もっと楽に考えた方がいいです。難しく考えない。4センチの直径のこの丸の中に、目玉 12mm のやつを置くと、大体ね、こんな感じになるんですよ。で、これね、ざっくりでいいですよ。最初目玉を置くのは。で、一番大事なのは、この目を置いた時に同じサイズ、例えば 12mm の目玉を置くんだったら、同じ 12mm のサイズの目玉が必ずこの真ん中に収まるように作ってください。で、開けたとしても、この目と目の間ですね。隣の目と目の間を開けたとしても1ミリぐらいです。で、例えば中にはすごく目の離れてる猫とか、ね、目のギュッとした猫とかたまにいるけど、でもほとんどの場合、この感覚で作っておけば間違いなく似てきます。なので、よっぽど目が離れてる子じゃない限りは、この感覚でいいです。目玉を置いて、で、間に1個。しっかりと収まるようにしてください。で、次、三角形の導き出し方の話をすると、僕は、これもミリミリ測ってるわけじゃないので、ざっくりなんです。だけど、本当は測った方がいいんですけどね。要は目の中心と鼻のこの上の方っていうか中心に僕は合わせるんだけど、その辺にこういうふうに三角形を頭の中でイメージしてます。で、このね、真っ赤なやつは正三角形なんですよ。で、比べてみると、ちょっと高さのない潰れた二等辺三角形ができるじゃないですか。なので、それをここに合わせる感じですね。で、今、鼻の位置ぴったりですね。そうやって合わせてると思うので。で、これでしっかり合ってます。じゃあ、ここからね、どういう風になっていくかというと、ちょっとこれマウスで書くから、ちょっとうまくいかないんだけど、まずこんな感じで、まぶたを作ります。で、この辺ね、盛り上げたりして鼻筋とかね、鼻を作っていくんだけど、鼻の大きさ、あまり大きくならないように注意ですね。で、鼻の位置はここでぴったり合ってるから、あとはここに合わせてヒゲ袋を作っていくんだけれども、ヒゲ袋を作るときはこの黒目の線から出ないような感じ。この幅を超えないぐらいの大きさでヒゲ袋を作ってあげると、ちょうどいい感じになります。で、下顎。で、頬骨も作ってこんな感じですよね。で、輪郭を作っていくと、こういう感じ。で、側頭部を作ったしっかりとした丸い頭を作ると、こういう猫らしいシルエットができますよね。なので、最初の4センチのベースから肉付けされていって、これくらいのサイズ感。最終的にはこの横の幅がだいたいね 5.5 センチくらいになるんじゃないかなっていうところです。で、高さが5センチくらいになればね、だいたいいい感じの大きさになると思います。はい。そんなところをね、ちょっと目指してこれから先作っていってくれればいいなと思います。はい。でね、ちょっと気になったのがね、ここですね。これ横から見たときに、これ盛り上がっちゃってるんだけれども、多分これ膨らんでると思うんですね。で、上から見たときに、こういう状態になってると思うんですね、今。で、これだと目をつけたときに、こういう風に目玉が外を向いちゃうんですね。で、これだと焦点が合わなくなってしまっておかしくなってしまうので、ここは最初の段階ではもう真っ平らにしてください。で、この真っ平らの上に目をこういう風に乗せるから、目がしっかりと正面を向いてて、作品としてね、綺麗な形ができます。なので、ここを平らにするようにしましょう、最初の段階では。でも、正直言うと、もしね、こういう風に盛り上がってても、作れるといえば作れるんですよ。で、昨日のちょっとね、動画で言ってるんですけど、新しい今、ベースの作り方やってます。で、その作り方はね、こういう風に、表面がね、湾曲してるとこから作るやり方なんですけど、でも、その場合でも、目をつけるときには、この、目をつける部分はこういう風に平らに盛り上げてつけるか、もしくは刺してへこませて、ここを平らにしてから目をつける。いずれにせよ目が真正面、こういう風に向くように
作るようにしてください。はい、そんなところで、そこをね、注意してね、やってってみてください。はい。はい、お疲れ様です。いいですね。作品の方仕上がりましたね。いい感じでできてます。確かにね、もう少し年寄り感はね、出すことができます。それはね、ちょっと今解説していきます。で、今ね、なぜ若く見えてるかっていうと、ここの作り方なんですよね。マズルの作り方。ここが若いので、どうしなきゃいけないかというと、今こういう感じになってるじゃないですか。口のこの垂れ方。ベースの時はすごい年寄り感出てよかったんだけど、ベースの時はね、多分もっとこんな感じで垂れてるんですよ。このだらーんと垂れてるこの長い部分、これがもう少し前なんですよね。多分ベースの時はすごく良かったのは。だけど植毛して固めてるうちに多分ここねなくなっちゃったと思うんですよ。でここの垂れ方が足りないから若く見えるっていうのが一つ。それとですね、もうちょっと鼻の位置上に来てもいいですね。犬作るとき。もう少しマズルの角度自体が上に上がるように作った方がいいです。横から見たときにこれぐらいの、ちょっとこれやりすぎだけどイメージになるように。でもマズルの角度がもう少し上に上がるようにした方がいいです。犬全般的に。で、これらをちょっと修正してですね、直すとどうなるかというと、こんな感じです。マズルが上がるのを見せてください。マズルの角度これ変えてます。で、上に向いたことで、ここの垂れてる部分が前に出るので、急に年寄りっぽく見えるんですよ、ここが。で、あとはここをしっかり作ってあげる。口のこのラインとこの口角までをしっかり作ってあげて、ここのぷっくら感というか、こういうのも出してあげるのをやるだけですごく印象が変わります。あとね、ちょっとね、目失敗してるっていうか、この目の下のこの色つけてるところあるじゃないですか、フェルトで。これが濃すぎて、本当はこうやってつぶらな瞳になって、年寄りっぽく見えるのに、今黒すぎて目がすごいランランと大きく見えちゃうんですよね。すごく。だからなおさら若々しく見えちゃってる。こういうことです。ただ今からちょっと角度変えるのなかなか大変だと思うので、これ角度変えてないです。変えてないけど、ここは少しこの辺をへこますような感じにするとこういう見た目になります。すると鼻筋が上がってるように見えるので、これはさっき言ったようにここを膨らませてます。ここを膨らませて、あとこの辺はねもう少し凹凸つけるような感じで作ってあげると年寄り感が出るので、あとここですね、目のここの色をもう少し明るくするっていうかな、この真っ黒い目とここの差別化をしっかり測ってください。茶色入れてるのはいいけどちょっと濃すぎるので、はい、それをやるとすごく治ってくると思います。ということで修正はですね、この辺ですよ、この辺を少し下げるような、差し固めて少し気持ちですよ、気持ち下げるぐらい、多分今あんまりもう下がらないと思うので、ここを少しですね下げるような感じでやってみるといいです。で、目打ちで軽く引っ張ってもいいし、本当は肉付けした方がいいんだけど、ここをもう少し肉付けしてあげる。それから口角のこの部分、この黒いのをもう少し増やしてあげて、あとこのぷっくら感はしっかり作ってあげる。あとはここですね、この目のこの小さな目、これがしっかり明確に分かるように、ここの色はもう少し明るくしてあげる。これだけでもうかなり年寄り臭い感じが出るので、はい、ちょっとねこれやってみましょう。はい、今みたいな感じでね添削を受けることができます。で、僕のねやってる添削はメンバーシップに関してはもう全部動画でやってます。で、プライベートレッスンとか虹玉塾は毎日のようにね僕に添削を受けれるので、その都度ね動画作ってられない時もあるから、動画で解説しなきゃいけない時は動画で解説するし、あとはね LINE でやってるのでそのままね写真に書き込みして送って解説したりとかねしてます。とにかくね、その添削、そのアドバイスをもらうってどういうことかっていうと、できたものを見て褒めてもらうっていうものじゃないから、そうではなくて今何ができていて何ができていないのか、そしてその原因は何なのか、
そこの意見をもらうことで、あ、そうだったのか、ここが原因だったのか、じゃあこうやってやらなきゃっていうのがわかるから、その答え合わせをしてほしいんだよね。だから、作ってる最中に、ちょっとここ悩んでるんですっていう時でもいいから、ぜひね、使ってほしいなと思います。はい。はい、というわけで、今回の話はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。このチャンネルでは、メンバーシップを活用して、羊毛フェルト教室をやっています。メンバーになってもらうと、今見たようなメンバー限定のレッスン動画を見られるだけでなくですね、なんとメンバーは毎月1回、僕から作品の無料添削を受けることができます。その他にも、メンバー限定の特典として、虹玉屋のアイシートが特別価格で買うことができます。また、限定ライブを行ったり、メンバーのみんなの要望を聞いて、それをね、動画にしたりね、いろいろなことをやっていきます。近くに羊毛フェルト教室がないとか、リアルな作品が作れるようになりたいとかね、思ってる人は、普通の教室や講座と違って、一度やめてもね、またいつでもね、気軽に入ることができるので、ぜひね、スキルアップのために活用してください。メンバーになるには、チャンネルのメンバーになるボタンを押してもらえると登録できます。また、表示されていない人については、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そこから加入してください。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。